ここが好きだよ日本人へようこそ。日本人は新しいものを作るよりも改善や改良、小型化、標準化なんかが得意だとよく言われます。例えばトヨタが世界的な企業になるために常に行っているトヨタ式改善は改善として世界に知られていますし、ソニーはウォークマン、エプソンはノート型パソコンと既存の発明を改良した商品開発がたくさんあります。すでにあるものをより便利に、より使いやすく、より好みの形に改良する。実は日本人はこの考え方を食べ物にも当てはめています。今日はそんな食べ物の改善のお話です。皆さんこんにちは。私はリー・ズーハン。中国の西方の山間部である四川省から来ました。今は大学院生で今年28歳になりました。日本では辛い四川料理が有名ですね。麻婆豆腐や担々麺が生まれたところです。もう一つ、三国志の劉備が蜀の国を作ったところというと分かりやすいでしょうか。日本に来てびっくりしたことの一つが、三国志演義がこんなにもポピュラーだということです。漫画やゲーム、パチンコのテーマとして三国志が扱われていて嬉しいです。皆さんの海外文化を分け隔てなく取り入れる姿勢は素晴らしいものだなと思います。例えると、アメリカで織田信長が大人気といった感じですもんね。そんなことってありえない。いいものはいい。面白いものを見つけたら分け隔てなく取り入れて楽しんでしまう。興味津々に世界を楽しみ尽くそうとするようなその姿は見習いたいと思っています。それでいてさらに、電車やバスがしっかり時刻表通りに来るっていうのも感心してしまいます。遊びや自分の好きなことに夢中になると周りを忘れてしまいそうなものですが、しっかりと仕事は確実に正確にこなす。これってなかなかないすごい特徴だと思いますよ。しかも遅れそうであれば事前に車内アナウンスで教えてくれて、しかも謝罪の言葉まで言ってくれます。降りれば遅延証明書という遅刻の免罪符が発行されていて、出勤すれば大変だったねとねぎらいの言葉まで。これも電車がいかに時刻通りに運転されているか、そして日本人がそれを信頼しているかの証ですよね。サボろうとせず、利用者のことを考えて職務を果たす。なかなかできることではないと思います。バスや電車は中国では遅れているのが当たり前なので、遅刻の理由に電車やバスが認められることはありません。運転手も謝罪どころか遅延していることすら告げません。なんでこんなにきっちり運営できるのか。日本人の細かい性格のおかげだと語られることが多いですが、やはり改善を欠かさない努力のおかげだと思います。私が北京を通り越して日本に来たのは、東京の大学に農業を学びに来たからです。昔から肥沃な土地であった四川は農業が盛んでした。実は今とても高く売れるので、品種改良された美味しい日本の野菜や果物を栽培するのが流行っています。ただ四川と日本はかなり気候が異なるので、そのままではうまく育ちません。ビニールハウスや機械での温度管理、水分量の調整などかなりのコストがかかります。そこで故郷四川でも気軽に育てられるように、大学で研究しながら風土に合う品種を新たに作ろうと考えたのです。日本の品種改良技術は世界一です。しかも遺伝子組み換えなどの先端技術だけど安全性に疑問符がつくやり方ではなく、地道だけど確実で安全な方法を選んでいる。自らの健康や地球全体の自然への影響まで考えて物を買うことに慣れている日本の方々の考え方は見習うべきものだと思っています。今はイチゴを試験中でなかなかうまくいきませんが、何としても成功させて
本国のみんなに美味しいいちごをたくさん食べてもらいたいです。絶対びっくりすると思います。さらに10年後、新しい中国品種のいちごが日本に逆輸入されて皆さんに食べてもらうのが私の今の夢です。日本の食べ物は本当に美味しいですね。何を食べても感動。しかも衛生管理もしっかりしていて安心安全。どんなに寂れたお店でもお腹の心配をする必要がありません。留学生である私はあまりお金に余裕があるわけではありません。でもどうしても故郷の味が恋しくなるんです。そういう時は餃子の王将へ行っています。安くって本場の中華のような味が楽しめるので大好きです。でもここでびっくりすることがありました。なんと餃子がお店で焼かれているのです。しかもなんか匂う。ニンニク？とてもじゃないけどランチには食べられそうにありません。日本人の皆さんからすると何言ってんだ？当たり前だろ？というところだと思うのですが、餃子の故郷中国では基本は水餃子。しかも日本の餃子のように定番の具材というものはなく、ニンニクやキャベツはあまり入れることはありません。ニラと白菜を入れることが比較的多いですが、日本のように必ずというわけではなく、各家庭やお店ごとによって違います。ニンニクについては日本ではありえない話ですが、好きな人が生のままかじりながら餃子を楽しむことはありますね。大概はおじさんと呼ばれるような方々ですが、それに焼き餃子というとどうしても残り物の再利用という感じが出てしまいます。家庭で水餃子を食べた翌日に余ってしまったものをしょうがないから焼いて出すというイメージです。だからお店で見かけることは絶対にありません。それに皮が薄いのも気になりました。中国では餃子は主食です。皮は炭水化物としてカウントされるので、ある程度の厚さがないと意味がありません。日本で言えば餅やおやきみたいなものだと思います。だからチャーハン餃子セットとかラーメン餃子なんてナンセンス。餅をおかずにして米は食べませんよね。白米と餃子を美味しそうに食べる日本の方々を見て疑問が湧きました。知らないってこんなことになるんだなぁと新鮮に見えたのを覚えています。こんな感覚だったので餃子の王将に行きつつも餃子をオーダーしたことがなかったんです。でもゼミの友達と行く機会があり、シェアして食べようよ、おいしいよと勧められて初めて食べてみました。するとなんとまあおいしいことでしょう。パリパリの薄皮が食感を楽しませてくれて、その中にジューシーな肉汁があふれ出てくる。濃いめの下味が新しく、確かにお米を欲する気持ちが分かりました。しかも日本人は匂いの少ないニンニクなんていうのも開発していて、本当にすごいなぁと思います。だから日本の焼き餃子を食べて、これも日本人の改善かと驚きました。食に対しても工夫してより美味しいものをと貪欲な皆さんには頭が下がります。それからは餃子の町と呼ばれる宇都宮に通うようになりました。野菜が多くて白菜が入っているのが基本。しかも水餃子をメニューに入れているお店が多く、本場の中国の味に近いものが楽しめますね。タレにも工夫が凝らされていて、好みの味付けを見つけ出せるのもいいと思いました。東京から遠すぎないので各店食べ歩き、安いのも最高ですね。あとこの間初めて浜松に連れて行ってもらいました。こちらの餃子は肉が多くてジューシーな食感でした。白菜よりもキャベツを使っているようで、しかも玉ねぎが入っていることに驚き、その分甘みを感じました。ハンバーグが皮に包まれているような感覚が新鮮でした。あとは宮崎ですよね。最近知ったのですが、
餃子ナンバーワンの街になったそうですね。東京からはちょっと遠くてまだ行く予定が立たないのですが、いつか行ってみたいと思っています。こんなに日本で餃子に夢中になるなんて思いもよりませんでした。両親にもこのことを伝えてみたら、食べてみたいとのこと。宅急便で送ってみようかなと思って調べてみると、すでにありました。本場中国でも日本式餃子として紹介されて人気が出てきているそうです。美味しいので家庭でも食べたいと冷凍食品まで発売されていると知りました。餃子を通していろいろなところに行くようになり、私は里山と呼ばれるような山にハイキングに出かけるようになりました。母国にはこのようななだらかなお椀型の山はありません。山といえばアップダウンの激しい険しいもので、ハイキングではなくザ・登山、敷居の高い覚悟が必要なものというイメージでした。だから初めて一緒に行った友達が、登山靴なんていらないよ、スニーカーで大丈夫、あとはお弁当と飲み物だけ持ってきてねと言ったことが最初は信じられなかったぐらいです。気軽に楽しめる日本の山は最高です。それに田舎は空気が美味しく感じられると日本人の友達に聞いていましたが、本当ですね。空気が美味しいという感覚は生まれて初めてでした。水も美味しいし、美味しい水で作ると餃子も料理も美味しい。田舎に行っても素敵なレストランがあるっていいですね。ハイキングが終わって疲れたところにレストランがあって、美味しいスイーツがのんびりと食べられるって最高。夏に秩父で食べた天然氷の和三盆シロップといちごシロップのかき氷、あの味は一生忘れないと思います。また食べたくなっちゃう。海鮮は日本人にとって文化なのかもしれません。やって当たり前な行動として体に染みついているようです。東京オリンピックでもアメリカのメディアの方々がコンビニのチキンを最高だと SNS で褒めちぎったり、イタリア人がサイゼリヤに安い、うまい、早いと通い詰めたり、中国人である彼女も餃子の王将で故郷の味を楽しんでいます。ラーメンはもはや欧米で日本食として認識されていますし、日本食自体もカレーうどん、キムチ納豆、ナポリタンなどなど改善したメニューが定番として根付いています。本場をも驚かせる味に改善していき、その工夫や技術を持って自らも変化していく。柔軟さに欠けるとよく言われる日本人の性格ですが、このような角度から見ると積極的に自己変革を常に行っているようにも思えてきます。さて、最近インドに出店したカレーのココイチがコロナ禍後どのように発展していくのか、はたまた廃れてしまうのか、日本人の食の改善がインドで通用するのか、結果が楽しみですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。